2300年以上前、古代ギリシャの哲学者プラトンは、ある失われた文明について記した。大西洋に浮かぶ巨大な島、アトランティス。壮大な神殿、同心円状の水路、金と銀で覆われた都市。そしてある日、地震と大洪水によって、一夜にして海に沈んだという。この伝説を誰もが一度は聞いたことがあるだろう。だが最近、ある発見が世界を騒がせている。アフリカのサハラ砂漠の真ん中に、プラトンの記述と驚くほど一致する構造物が見つかったのだ。プラトンの対話編ティマイオスとクリティアス。紀元前360年頃に書かれたこの二つの作品に、アトランティスのすべてが記されている。物語はこうだ。怪人ポセイドンは、人間の女性クレイトーに恋をした。彼女を守るため、ポセイドンは島の山を削り、同心円状の水路と陸地の輪を作った。こうしてアトランティスの都市が生まれた。都市の中央には壮大な神殿がそびえ、壁はオリハルコンという謎の金属で覆われていた。島は金、銀、銅にあふれ、温泉と冷泉が湧き出ていた。ポセイドンの長男アトラスが初代の王となり、この島はアトラスの島、アトランティスと名付けられた。大西洋、アトランティックオーシャンの名の由来でもある。しかしプラトンによれば、アトランティスはソロンの時代の約9000年前、紀元前9600年頃に大地震と大洪水によって一夜にして滅亡した。これは最終表記の終わりとほぼ一致する時期である。アトランティスは実在したのか、それとも哲学的偶話に過ぎないのか。何世紀にもわたり、議論が続いてきた。主要な説は3つある。第一の説、海底に沈んだ。大西洋の海底のどこかに眠っているという考えだ。第二の説、どこかの陸地にある。地中海の島々やアフリカ大陸のどこかに、その痕跡が残っているとする説。第三の説、南極の氷の下に埋もれている。かつて南極が温暖だった時代に、文明が栄えていたという大胆な仮説だ。だが今日、最も注目を集めているのは第二の説。それも誰も予想しなかった場所にある。西アフリカ、モーリタニア、サハラ砂漠の真ん中に、宇宙から出なければ全貌が見えない巨大な構造物がある。リシャット構造通称サハラの目、あるいはアフリカの目。1930年代から40年代にかけて、フランスの地理学者が最初にこの構造を記録した。だが世界的に知られるようになったのは、1965年ジェミニ4号の宇宙飛行士が軌道上から撮影してからだ。地上で見ると、それは壮大な同心円状の岩の尾根が砂漠の中に何重にも広がっている。全体の直径は約 40km。地質学者の分析では、地下のマグマが堆積岩を押し上げてドーム状になり、その後の浸食で同心円が現れたとされている。隕石の衝突痕ではない。ここで驚くべき一致が浮かび上がる。プラトンはアトランティスの都市の直径を127スタディオンと記述した。アッティカのスタディオンで換算すると約 23.5km。リシャット構造の内側の輪の直径もほぼ 23.5km なのだ。さらに、プラトンはアトランティスの北に山脈があり、南に海に面した平野が広がると書いている。リシャット構造の北にはアトラス山脈があり、南西には大西洋に向かって平野が広がっている。地理的条件まで一致するのだ。証拠はまだある。プラトンはアトランティスが金、銀、そして貴重な金属に恵まれていたと記した。モーリタニアはアフリカ大に愛の鉄鉱石産出国であり、金や銅の鉱床も豊富に存在する。紀元前450年頃、歴史家ヘロドトスは北アフリカのこの地域にアトランティスと呼ばれる民族がいると記録している。彼らはアトラスという名の山の近くに住んでいた。ただし注意が必要だ。ヘロドトスの名前で知られる世界地図は、彼自身が描いたものではなく、
高性の学者がその著書を元に再構成したものである。12000年前、海面は現在より約60メートルから80メートル低かった。大西洋の海岸線は、現在よりもはるかにリシャット構造に近い位置にあったことになる。さらに重要な事実がある。約11000年前から5000年前にかけて、サハラは緑のサハラと呼ばれる湿潤期にあった。現在の砂漠は、かつて草原と湖と川に覆われた豊かな土地だったのだ。もしアトランティスがこの時代に存在していたなら、周囲の環境はプラトンの描写と矛盾しない。そして古代の歴史家ディオドロス・シクルスは、アトラスをマウレタニア、現在のモーリタニア一帯の最初の王として記録している。ベルベル語の地名アドラール、アタールもアトラスと語源的なつながりがある。だが、この説には重大な矛盾がある。リシャット構造は海抜約400メートルから485メートルの高さに位置している。12000年前の海面が現在より60メートルから80メートル低かったとしても、400メートルの標高差は説明がつかない。支持者は地殻変動による隆起を主張する。12000年の間に大地がそれだけ持ち上がったという説だ。理論的には不可能ではないが、この地域でそれほど急速な隆起が起きたという地質学的証拠は乏しい。プラトンの原文も問題を複雑にする。ティマイオスにはこう書かれている。その海域は航行不能であった。島の沈降によって生じた泥の浅瀬が行く手を阻んだからである。プラトン自身が沈降という言葉を使っている。大地が隆起したという解釈はプラトン自身の記述と矛盾するのだ。そして最も決定的な問題がある。リシャット構造から人間が居住した考古学的証拠は一切見つかっていない。遺跡もない。土器もない。人骨もない。サイズの一致、塵の一致、鉱物資源の一致、古代文献の記述。これだけの状況証拠が揃いながら、標高の問題と考古学的証拠の欠如が、この説の前に大きく立ちはだかっている。もし仮に、アトランティスが実在したとしたら、それは何を意味するのか。神話が歴史になる。かつてトロイアも神話だった。ホメロスの叙事詩の中だけの存在だと誰もが思っていた。だが1868年、シュリーマンが実際にその遺跡を発掘した。伝説は事実になった。リシャット構造がアトランティスである証拠はまだ決定的ではない。標高の問題は未解決であり、考古学的な証拠は見つかっていない。だが、砂の下に何があるのかまだ誰も確認していない。サハラの砂は何千年もの間、あらゆるものを埋め続けてきた。2300年前のプラトンの記述と宇宙から見た地球の構造がこれほど正確に一致している。それが偶然だと言い切れるだろうか。サハラの目は今も静かに空を見つめている。